富岡逸江さん、当時25歳。爆心地から3.2 キロ離れた新庄町の実家で被爆しました。オレンジ色の塊が軒下から部屋の中に降ってきたように感じ、焼夷弾が直撃したと思ったそうです。その夜、真っ暗な中、市内中心部が赤く燃える光景に、子どもたちが恐ろしがってしゃがみ込んでいた様子が一番印象に残っているといいます。戦後は食料が不足したため、飢えをしのぐために着物を物々交換で食料に変えて生活しました。恐ろしい核兵器はもう使ってほしくない。戦争ぐらい馬鹿らしいことはないと語ります。結婚してからは弟子を3丁目、町はみんな戦時中だったですからね、みんなそれぞれどういうんですか、勤労奉仕いうのがあったですよね。そんなのも順番にこう今日は誰がどこへ行く、建物疎開のね手伝いにみんな行きよったんです。それだから町内会から何人何人言って振り分けて、そして東海地の方へね、東海地あたり町の中心部までねみんな行きよりました。あんまり長くはなかったですけどね、みんな仕事を休んでその手伝いにね、それで第八車へ乗って建物疎開のね資材ですか、ああいういらんものを持って帰るのをねみんな町内会で順番で手伝いよりました。主人はね武志言うんですがね、これは戦争で取ったんですよね。被爆した時はね新庄の家におったんです。被爆するまでは普通にね暮らしておりましたよ。新庄は私の実家ですからね。それで被爆する前にねそこへ行くのをもう決めとったですからね、もしかした時にはそこへ行くいうふうにね、2117番地にねそこで被爆したんですけどね、もうね火が降ってきたね、燃えるような火がね、それを新しい原爆とは知らないからね、ピカドンって言うよりもピカッと光ってドン言ったから、とにかく火が降ったからだから私は焼夷弾のね直撃だと思ったんです。で後から分かったのが新爆弾ね、原子爆弾いうことが分かったんです。屋内におったからその光はね受けなんだですけどね、とにかく火が降ってきたの見とるから。で当時わらぶきの家が3軒ぐらいあったですよね、町内に。みんな火が出たですよ、焼けてね、わらぶきの家が。それで爆風でまた消えた家もあるんです。
3軒ぐらいわらぶきの家があってね、パーッと火が出て、またその後の爆風でね火が消えた家もあったんです。とにかく外へね火を見たからね外へ出て、そしてどうですか、トウキビ畑なんかのちょっときれいな空気のところへね逃げて、そしてお乳を吸わしたら吸ったから、ああ生きとった思って殺したと思ったんです。外へね家の中から外へ戸を開けて出るのにね家具やなんかが倒れてくるのでね、ちょっとこれ打撲がでうっ血しとりました、私手がね。何日か経ったら治ったですけどね、うっ血がひどかったです。夏ですから衣類が少ないからね、これが水ぶくれがすぐできたですよね。それでこれがタプタプして歩けんから言われて、でハサミを持ってきてこの皮を何人も切ってあげました。そしたら水がさーっとね流れて、ああこれで楽になったからもう少し歩けますわ言われたんです。何人もだからそんな方をねハサミで切った。東海地の方で被爆された方はね、なんか最近にこっち転勤してきて、なんか食べ物でもありゃせんか思ってこっちまで来て電車の中で被爆しましたいう人が新庄のね自宅でからで座布団をねえねえお願いしますねえねえお願いします言われたのが座布団をくださいいうことだったんですね。で座布団をあげてねしばらく休んでおられたですがね、もうその時にパパなんか嘔吐されよったですからね、その方なんかは。多分あとどうなられたか、まあどこの人かもわからないしね、避難してこられた人だから。兄嫁は小学校のまで先生しよったですからね、兄の子供と私の子供ねあれ連れてね、子供が3人乗せて行ったんですがね、戸の車へ。母はねそのままね残っとりました。もうね市内が燃える火が見えるもんですからね、子供が恐ろしがってからずっとこうして見えないようにこうししゃがんでそれが一番印象に残っております。そして私はガスを吸ったんだろう思うんですがね、ビロの話をするようですがね、途中で何回もしゃがみました。お腹下痢ガスを吸ったんだと思うんです、後考えたらね。あっちの様子の変化はもう私たちは新庄町におったから町の中心部へはね入れませんでしたからね、ずっとそれから緑の方へね逃げたもんですからね、親戚があるから。だから町の様子はよく分かりませんけどね、市内が燃えるのがよく分かったから、その子供が3人ほど勲といとこになるのね連れて行ったんですが、時間はねもう夜だったですからね、暗い時でした。緑はね母のね里でしたからね、だからあちらにはやっぱり年寄りがねおりました。なんかもうびっくりしてね、よう元気で
まあここまで来てくれたね言うてね喜んでくれました。緑はね2日ぐらいおったかしらね。今度はすぐ芸備線のねカルガの方へね帰りました来ました。姉がねカルガの方にいたのですからね早く来て言ってね姉が言いましたのでまあ一応そこへまたお世話になることになった。カルガの方でも食料もあんまり思うようになかったしねひもじい思いをしました。主人はもうねすぐ帰ってきたですからね。あれが県の方の警察部でやったからね召集が遅かったんです。だからね1ヶ月ぐらいしたらもうすぐ帰ってきました。まあもう終戦になっとるんだからねもうやれやれ言うつもりでした。被爆した時はもうみんな同じ条件ですからね原爆にあった時はねもうみんなその恐ろしさはみんなそれぞれ感じちゃっていらっしゃると思うんですがね。ねみそ湯のことですからねまあ何かわからんなりにね後から知ったようなことですからね原爆を。それはやっぱりそういう恐ろしいものをね使ってほしくない核爆発みたいなものはね使ってほしくないいう気持ちは多分にあります。あってはならないことですからねもう使われた後で仕方がないですけど今後そういうことがね核爆発なんかを使ってほしくないと思うことは胸にいっぱいあります。戦争ぐらいバカらしいことないからねそれを一番感じておりますよ。